かけら不足の今、ミニアメブースト誰にしよう。ジャスパルと申します。夢のかけらゲットウィークが始まりました。ミニアメブーストが使える1週間となっておりまして、皆さん本日の分のアメブーストはされましたでしょうか。今回は無課金初期勢のパルがこの1週間どんなポケモンにアメブーストしようと思っているかお話ししていこうと思います。今のところ守りの選択肢となっております。攻めれんかった。それでは参ります。ということで、ミニアメブースト皆さんはどなたにお使いでしょうか。パルはですね、相変わらず食材ポケモンのレベル60にしようと思ってたんですけど、ひよってダークライにしました。いや、ダークライ全然レベル上がんないね。マジびっくりした。まあ EXP2 倍でも普通のポケモンより育つの遅いですもんね。ほんと違うゲームかと思いました。で、なんでダークライにしたのかとか、その理由をね、お話ししていきたいと思います。ダークライにした理由は主に3つです。1つ、かけら不足が怖い。2つ、次のイベントで活躍の可能性がある。3つ、今年ミニアメブーストがコンスタントに来ている。順番にお話ししていきます。まず、かけら不足が怖いなんですけれども、新フィールドの鍋拡張に怯えております。それはひどく怯えておりますね。6月くらいに来るんじゃないかと睨んでいる新フィールド。新フィールドに行ったらまずやりたいことといえば、そうです。鍋拡張です。まあ人によるとは思うんですけれども、鍋69から81に向けて今のところ300万かけらを目標に貯めたいなと思っているんですけれども、現実はね、200万貯まったらいい方とかなんじゃないかなと思います。全然足りない。ワンチャン200万あれば78までは上げられる可能性もあるかなとは思うので、マカロンと煉獄カレーで上をしのげる可能性もあろうと思っているんですが200万でも足りない気すらするからな。ほんと怖いよな。怯えておりますまあもちろんね、新フィールドが全然来ないって可能性もあるんですけれども、アップデートバージョン 2.7.0 によってリサーチランクの上限が解放されたことにより、リサーチ EXP の夢のかけらへの変換、巷では年金生活などと呼ばれたりもしてたんですが、それがざっくり100万リサーチ EXP 稼ぐまでは行われないという状況になりまして、しばらくの間溜まるスピードが鈍化してしまうということで、一旦様子見やっぱね、レベル55のポケモンとかをアメブーストで育てようとすると一瞬で10万かけらとか吹き飛ぶじゃないですか。なのでね、ちょっと慎重になっております。そんな中、ダークライくん、アメを50個上げたくらいじゃ本当に1レベとかしか上がらなくて若干引いているわけなんですけれども、かけら的にはそこまで痛手でもないと。まあその分育ってないんですけどね。育てるならいつかはアメブーストしなくてはならないだろうとも思っているので、まあダークライにして一旦お茶を濁しているというところであります。いやね、本当にサブスキルの解放どうなるんでしょうね。ランダムとかだったりするんでしょうかね。そっちも怖いといえば怖いので、実は守りの選択肢に見えて攻めているのかもしれません。まあとにかくね、かけら的には一旦様子見もしたいんだけど、せっかくのミニアメブーストも使っておきたいし、ダークライにしてみたみたいな感じでしょうかね。それが最初の理由、かけら不足が怖いでした。続いて、次のイベントで活躍の可能性があるですね。これはそのまんまですね。ダークライの次なるイベントでダークライ自身が活躍する可能性もあるんじゃないかなと思っています。例えば今回のクレセリアみたいな感じで。まあ、とはいえね、レベルもミニアメブーストしたとしてもビビたるものしか上がりませんので、木の実ポケモンとして活躍してもらうのにはかなり限界がありそうだなと思うんですけれども、レベル30になっていれば、第2食材の解放があった場合、すぐに活躍してもらえるかもしれないので、とりあえずそこまでは育てとこうかなという気持ちですね果たしてイベント中に解放することはあるんでしょうか。そしてイベントはすぐ来るんでしょうかもしかすると我々は未だ冷めない悪夢の中にいるのかもしれませんね一体何を目指して動けばいいんでしょうね、我々今ね。まあそんな希望という名の可能性を追い求めてダークライを育てているといった現状でありますそんな次のイベントで活躍する可能性があるんでした。最後は今年ミニアメブーストがコンスタントに来ているです。
およそ1ヶ月前、エスパータイプウィークでミニアメブーストが来ておりました。さらにそこから2ヶ月前、連発スキルウィークでもミニアメブーストが来ておりましたし、なんならその1ヶ月前はホリデー、通常アメブーストがありました。ね、結構ね、ポンポンアメブースト続いてるんですよね。昨年はミニアメブーストって電気、炎、水タイプウィークと1周年フェスティバルの4回のみとなっていたんですが、今年はもうすでに3回来ているということで、何かしらのね、方向転換というか規制緩和が行われているんじゃないかなという気がしないでもないですね。やっぱりね、ミニアメブーストって初心者の方にもとても嬉しい機能となっておりますので、今年からはいっぱいやっちゃうよっていうことなのかもしれないななんて思っております。そんなわけで近々また来るんじゃないかなっていう希望的観測もあり、そんな中で全部ね、かけら使っていたらかけらが持たないというのもあり、言うてもね、新フィールドが来るまでは大きく料理環境変わらないはずなので、一旦ゆるゆる消化しちゃってもいいんじゃないかっていう守りの選択肢ですね。でもこれ言ってて思ったんですけど、このタイミングでミニアメブースト来るって、アクタイプウィーク2週間後にやりますとかにならなそうじゃないです？私ね、当初の予想だと、2週間後とかにアクタイプウィークとミニアメブーストが来て、その2週間後とかにダークライイベントの、続き続報があったりするのかななんてぼんやり思ってたんですけど、そうなるといくらなんでもミニアメブーストのスパン短すぎますよね。確かにね、分割睡眠のナーフが入ったアップデートの時に、普通のリサーチの飴って増えたんですよ。とはいえ、すぎるよね。これ、何なんだろうね。来週全然予想していない、来週というか来月全然予想していないイベントが来るとかなんですかね。それこそ遊び応えのある新モードの情報もまだ全然出てきてませんし、来月新フィールドが来てもタイミング的にはそんなにおかしくないだろうなというところなので、いやでも本当に想像つきませんね。そんなわけでね、予想がつかないので、いつか育てたいなっていう気持ちとともに、とりあえずダークライに飴をあげているという現状であります。本当はね、食材ポケモンのレベル60が優先度高くあるべきだろうなとは思うんですけどね。それでね、手持ちが強くなるのであれば、エナジーが稼ぎやすくなって、ちょっとの間鍋拡張できないっていうマイナスよりもプラスの方が大きくなるとも思うんですけど、とりあえずダークライの飴をあげきってから考えようかなと思います。一旦レベル30にする。で、クレセリアもね、私、幸運にも採用圏内のクレセリアをゲットすることができたんですけれども、一旦置いておいてますね。ちょっとやっぱりね、新フィールドが来るのであれば、それこそエスパータイプのポケモンがしばらく活躍する未来があまり見えない。見えないけど、それでもクレセリアって強いんだよな。どうしよう。いや、でも先に食材だと思う。さすがに食材じゃないかな。ラピスこもらないのであれば、さすがに先に食材かなと思うので、ちょっとね、あと2日くらいで決めておこうと思います。そんなわけで、皆さんはどんなポケモンにミニアメブーストされますでしょうか？ぜひ意見感想コメントお待ちしております。参考にさせていただきたいなと思います。そんなかけら不足の今、アメブースト誰にしようでした。再三にはなるんですけれども、本日のミニアメブーストを使う予定があってまだ使われていないという方はね、すぐに上げてきてください。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。毎回応援ありがとうございます。本当に力になっております。それではね、本日より毎日のミニアメブーストをお忘れなく。おやすみなさい。またね。バイバーイ。